皆さんこんにちは、ドラ旅です。今回は岡山県の旅の動画の3番目となります。倉敷美観地区の真ん中にある倉敷アイビースクエアホテルに到着です。紡績工場をリノベーションした赤レンガの建物で雰囲気のある文化財ホテルでした。文化遺産に泊まれるってなかなかないですよね。クラシカルでおしゃれなロビー、スタッフさんの対応も丁寧でした。デラックスツインの部屋はこのようにとても広いですね。バスルームとトイレは別というのもいいですね。空調も言うことなし。ホテルに泊まると夜の散策も楽しめました。美観地区の夜もですね、静かで幻想的な雰囲気でした。一年中夜間照明はされていますので、近くに泊まった時は夜の散策もおすすめです。おはようございます。最終日は美観地区を巡っていきます。人生初の倉敷美観地区です。見えてきた倉敷川沿いの柳並木やレトロな雰囲気が魅力で、行ったことあるよという方も多いのではないでしょうか。白壁通りから入ってすぐにあったのが倉敷デニムストリート。入ってすぐに見えてきたのがデニムマンの看板。気になったので食べてみることにしました。見た目は食欲を失わせる色なんですが、中身は黒豚を使った普通の肉まんでした。普通の肉まんでした。青色の皮にはほとんど味がなくて、思ったより美味しかったです。
倉敷はこの大原美術館があったおかげでこの空襲受けなかったんです。この中のピカソやモネを燃やしたらあかんってことで街がもう全部助かったと。川沿いも素敵なんですけど、ちょっと東が奥の古い街道までグッと入ると200年前の江戸時代の街並みが当時のまんまで綺麗に残ってたりとか、広さだけで言ったら東京ドーム5個分ぐらい見どころが、川沿いと東側と西側でこうエリアごとにこう見どころが実は全く違うという、床暖房とスペシャルガイド付きで、ちょこぐるりとご案内することもできたりです。はい、チーズ。では、エビさん倉敷店安山海也と申します。かいちゃんと呼んでください。今から20分間コース、このもので入ります。では、持ち上がりますね。おー。そうですね。全部初めてです。右側に見るとこの川があるんですが、その後倉敷川と言います。昔は倍ぐらい広かったんで、きびだんご屋さんなんですが、今年で創業170年です。そうなんだ。ただこの電線を見たら、この美観地が入ってるか入ってないか分かります。あ、そっかそっか。左に曲がると中に入ってないんですね。本当ですね。全部地下に埋めています。マスキングテープなんです。もともと大工の道具として使われたもので、この種さんというマスキングテープ専門店で、ちょろっと見ると、ここにはなんか昔の薬屋の感じに飾ってて、ここには1300種類も飾っています。でこの地域は400年前、全部海だったんです。いろんな小さい路地とかたくさんあるので、これ中に入ってもまだちょっと隠れてる店とかたくさんあるところなんです。本当だ。築280年前、米問屋として使われた建物なんです。今から150年以上現役で続いてる。坂本龍馬さんもここに立ち寄られたとも言われています。右側に見るとずっと続いてるこのお家がありますよね。実はこれは昔の商人さんたちのお家だったんです。右側に見ると、こちらは井上家住宅というところで、この美観地区の中で最も古い住宅となります。壁のところに見ると、直したところ、残っているところがなんかはっきり分かれていますね。隠れてる。あ、本当だ。はい。背が高い建物があるんですが、倉敷銀行というところで、こちらは大原さんの個人銀行だったんです。個人銀行？ここにあるおしゃれな建物は大原美術館となって、ゴッホやピカソを飾っているところなので、日本で初めて西洋絵画を展示した美術館となります。あ、そうなんですね。うわー、すごい。続いている建物があるんですけど、大原さんの屋敷だったんです。実は7年間前まで大原家がまだここに住んでいました。実際にですか？そうですね。で、確か東京に移動して大きすぎて、ここに一回泊まってまた写真。一つのおすすめなんですね。このうなぎもすごく美味しい。美味しい。和食とか食べたかったら、この青あ、そうなんですね。で洋食だとしたら、もうちょっと中に入るとイタリアレストランとか。エビサは全国で11カ所があります。この共通ステッカーはその箇所からどこでももらえることができます。季節によって、違うバージョンがありますので、ここに行って、これ終わったら、多分一番簡単なのは、ここにずーっと歩いて、ありがとうございます。おー、すごい。見えてきたのは大原美術館です。日本初の西洋美術専門の私立美術館で、モネやルノワールといった名画を鑑賞できます。美観地区といえばこれみたいな有名スポットですね。大原美術館のエル・グレコの受胎告知は必見です。所要時間は本館だけでも1時間はかかりました。
その前にあったのが大原本邸ですね。独創的な展示で大原家の歩みが紹介されていました。2月11日朝、末子、総一郎。表からは想像できないくらい広大なお屋敷でした。敷地の中に倉敷があるように錯覚します。忘れそうですが、これは家の中ですからね。外のにぎわいから離れて癒される時間を楽しめました。次にやってきたここはトライア本舗。美味しいのかもしれないね。皆さんはきびそばって食べたことありますか？高きびを使って練り上げた麺、うどんでもなくそばでもない独特のもちもちとした食感でした。美味でした。はい、隣の家にマンマを借りに行くぐらい美味しいお魚って言われてて、そのばかり。そうなんですか。ごちそうさまでした。ありがとうございます。つけて。ここは小島虎次郎記念館。もともとは旧中国銀行倉敷本町出張所の建物で、2025年4月に外観や内装を新しくしています。70 yıllık Habaş grubunun gücüyle Türk işçisinin Yol toplayıcı yolunda yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması.
次に行ったのはクラボ記念館。倉敷 IB スクエアの中にあってクラレの企業博物館です。はい、ありがとうございます。1888年にできた倉庫を活用した登録有形文化財。5つの時代に分かれてクラボーの歴史が分かりやすく展示されていました。どれだけすごかったのかを知る資料として当時の法人売上高を見ると分かりやすいかもしれません。上位には紡績や製鉄が多くあり、当時は素材産業が中心だったんですね。資料も多く残されていて、見学することで倉敷観光がより深く楽しめると思います。およそ40分くらいで見ることができました。奥にあった竹林は見事でしたね。意外に人も少なかったです。デニムストリートには多くの雑貨とかもあって、デニムが好きなら時間を忘れて見てしまいそうです。長く愛用したくなるようなジーンズがいっぱいあって迷いますね。喫茶店も迷うほどありました。今回はこちらの倉敷コーヒー店。店内は照明を落とした大人の雰囲気、コーヒーのいい香りが漂っています。すっきりとしたから。雨に濡れた美観地区も美しい。旅行で雨が降るかどうか気になる方も多いと思います。岡山県はその点、日本で一番雨が降らない日が多くて、晴れの国岡山と呼ばれています。なので雨の倉敷美観地区の観光はある意味貴重なのかなと思いました。濡れた石畳と白壁のコントラストが美しいですね。今回は思うように見ることができなかったので、いつかまた来てリベンジしたいと考えています。ロッカーに預けたお土産を取って帰ろうと思います。さて、3泊4日の岡山県の旅いかがでしたでしょうか。チャンネルで初めての岡山県でしたが、期待以上に楽しむことができました。皆さんの旅のプランのお手伝いができれば幸いです。またここに行ってほしいなどリクエストもお待ちしています。
岡山旅をするにあたって様々なコメントをいただきまして本当にありがとうございます。今回行けなかった場所は次回岡山県を旅する際の参考にいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の旅でお会いしましょう。またね。